皆さんこんにちは。持田あかりです。今日はグラニースクエアの巾着バッグの編み方を紹介します。コットン毛糸で編んでいるので、春や夏のコーディネートにもぴったりのバッグです。編み方はとてもシンプルなので、初めてモチーフ編みのバッグに挑戦したいという方にも大変おすすめです。できるだけ丁寧に説明していきますので、ぜひ動画を見ながら一緒に編んでみてください。それでは、スタート！まずは仕上がりのサイズです。画面をご確認ください。ちょうど 500ml のペットボトルが横に入る大きさです。使用した毛糸は五商産業UV コットン 100% です。セリアで販売されています。今回は2本取りにして編みます。ホワイトを5玉、グリーンとグレーを 3.5 玉ずつ使用しました。必要な道具と材料は、ストラップ、かぎ針、ハサミ、とじ針、マーカーです。ストラップはセリアで購入した110センチのものを使いました。かぎ針は6号 3.5 ミリを使用しました。大まかな作り方とこの動画の流れを説明します。最初にモチーフの編み方を説明します。モチーフは2種類の配色で合計18枚編みます。次にモチーフをつなげ袋の形にします。そして縁の部分を編みます。最後に巾着の紐を編んで袋に通したら完成です。それでは編んでいきます。今回は2本取りといって2本の毛糸を1本にまとめて編んでいきます。ここから先の説明ではこの2本をまとめたものを1本として説明していきます。それでは最初に輪の作り目をします。左手の2本指に2回毛糸を巻きつけます。2回巻いたら一度右手に持ち替えて毛糸玉につながっている毛糸を左手にかけます。輪の部分を挟むようにして持ってください。かぎ針を輪の中に入れ糸をかけて輪から引き出します。もう一度針に糸をかけて針にかかっているループを引き抜きます。これで輪の作り目ができました。それでは1段目を編みます。まずは最初の立ち上がり、鎖編みを3回編みます。鎖編みの編み方は、針に糸をかけてループを引き抜く。これが鎖編みです。3回編みます。3回編めたら3回目の鎖のところにマーカーをつけてください。3回目の鎖にマーカーをつけました。次に長編み2回と鎖編み2回を編みます。長編みの編み方は針に糸をかけ輪の中に針を入れます。針に糸をかけて輪から引き出します。針に3本毛糸がかかっている状態になりました。針に糸をかけてこの3本のうち2本を引き抜きます。最後にもう一度針に糸をかけ残った2本のループも引き抜きます。これが長編みです。もう一度長編みを編みます。
針に糸をかけ、輪の中に針を入れます。針に糸をかけて輪から引き出します。針に糸をかけ、3本のうち2本を引き抜きます。最後にもう一度針に糸をかけて、残った2本のループも引き抜きます。長編み2回編めました。鎖編みを2回編みます。この次は長編み3回、鎖編み2回のセットを3回繰り返し編みます。まずは長編み3回です。長編み3回編んだら鎖編み2回です。このセットをあと2回、全部で3回編んでください。長編み3回、鎖編み2回のセットを3回繰り返し編み終わりました。真ん中の輪を引き締めます。針にかかっている毛糸を少し引き出して針を抜いておきます。糸端を引っ張ると真ん中の輪になっている毛糸のどちらか1本が小さく引き締まります。小さく引き締まった方の毛糸をもう一度引っ張り、真ん中の輪が小さくなるようにします。真ん中の輪が引き締まったら、もう一度糸端を引っ張り引き締めます。これで輪を引き締めることができました。針をループに戻します。最後に立ち上がりの鎖編み3目めのところに引き抜き編みをします。マーカーをつけてある目です。マーカーがついていたところに針を入れ、針に糸をかけて今かかっているすべてのループを引き抜きます。これで1段目が編み終わりました。このまま糸を引き出してカットして大丈夫ですが、この部分が緩むのが心配な場合は、一度鎖編みを編んでから毛糸を10センチぐらい引き出してカットします。カットしたら糸端を引っ張って最後に編んだ鎖編みが小さく引き締まるようにしておきます。1段目を編み終わるとこんな感じになっています。4つの角にあるスペースのことを角の鎖編みのスペースと呼んでこの先説明していきます。2段目はこの角の鎖編みのスペースから編み始めます。どの角から編み始めても構いません。2段目を編みます。角の鎖編みのスペースに針を入れます。次の段で使う毛糸と編み地を挟むようにして一緒に持ちます。針に糸をかけて引き出します。まず最初に立ち上がりの鎖編みを3回編みます。1回目の鎖編みを編んだら、この段の糸端を指にかけた毛糸の右側に持っていきます。残り2回鎖編みを編みます。3回鎖編みを編んだら3目めの鎖編みにマーカーをつけておきます。
3目めの鎖編みにマーカーをつけました。次に最初の鎖編みのスペースのところに長編み2回、鎖編み1回を編みます。この毛糸をつないだのと同じ場所に編みます。長編み2回、鎖編み1回を編みました。ここから先は角の鎖編みのスペースに長編み3回、鎖編み2回、長編み3回、鎖編み1回編むというのを繰り返します。残った3箇所の角の鎖編みのスペースに編んでいきます。次はこの隣の場所に編んでいきます。まずは長編み3回です。長編み3回編んだら鎖編みを2回、また同じ場所に長編み3回です。長編み3回を編んだら最後に鎖編みを1回編みます。これでこの角は編めました。残りの2箇所の角も同じように編んでください。前の段の糸端が出ているところに来ました。前の段の糸端が出ているところは糸端を右側に持っていって、この角を編むときに一緒に編み地の中に入れていきます。実際にやってみます。最初の長編みを編むときに針に糸をかけ、編み地に針を入れます。この時、糸端が針の上に乗るようにしてください。この状態で長編みの続きを編みます。あとはこの角の部分を普通に編んでいきます。角を編み終わったら裏側を確認してみて、編みくるんだ毛糸が緩んでいないか少し引っ張って確認します。3箇所の角のスペースを編み終わりました。次に最初の鎖編みのスペースに長編み3回、鎖編み2回を編みます。一番最初に毛糸をつないだこのスペースです。この時に毛糸をつないだ時の糸端が出ていると思うので、これを編みくるんでいきます。最初の長編みを編む時に編み地に入れた針の上に糸端が乗るようにしておいてください。長編み3回編んだら鎖編み2回です。最後に立ち上がりの鎖編み3目めに引き抜き編みをします。マーカーがつけてある目です。マーカーがつけてあった目に針を入れ、針に糸をかけてループを引き抜きます。これで2段目が編み終わりました。このまま糸を引き出してカットしても良いのですが、緩むのが心配な場合は最後に鎖編みを1回編んでから糸を10センチぐらい引き出してカットしてください。カットしたら糸端を引っ張って最後の鎖編みが小さく引き締まるようにしておきます。2段目が編み終わるとこんな感じです。
3段目を編みます。3段目も角の鎖編みのスペースから編み始めます。どの角から編み始めても構いません。この段で使う毛糸と編み地を挟むようにして持って針に糸をかけて引き出します。立ち上がりの鎖編みを3回編みます。最初の鎖編みを編んだら、この段の毛糸の糸端を指にかけた毛糸の右側に持っていっておきます。あと2回鎖編みを編みます。鎖編み3回編めました。3回目の鎖編みにマーカーをつけます。3回目の鎖編みにマーカーをつけました。最初の鎖編みのスペースに長編み2回、鎖編み1回を編みます。この毛糸をつないだ角のスペースです。長編み2回と鎖編み1回を編みました。ここから先は鎖編みのスペースのところには長編み3回、鎖編み1回を編みます。角の鎖編みのスペースには長編み3回、鎖編み2回、長編み3回、鎖編み1回を編んでいきます。これを繰り返して最後のスペースまで編んでいきます。次に編むのはこの部分です。ここは角ではない鎖編みのスペースなので、長編み3回、鎖編み1回を編みます。長編み3回、鎖編み1回編みました。次は角の鎖編みのスペースなので、長編み3回、鎖編み2回、長編み3回、鎖編み1回です。長編み3回、鎖編み2回、長編み3回、鎖編み1回編めました。ここから先も同じように編んでいってください。前の段の糸端が出ているところに来たら、糸端を編みくるんでください。編み地に針を入れたとき、糸端が針の上に乗るようにしておきます。裏側を確認して糸端が緩んでいないか調節してください。一番最後の鎖編みのスペースのところまで編み終わりました。次に一番最初の鎖編みのスペースのところに長編み3回、鎖編み2回を編みます。この時この段の編み始めの糸端が出ているので、これを編みくるんでいきます。長編み3回、鎖編み2回を編みました。最後に立ち上がりの鎖編み3目めに引き抜き編みをします。マーカーがつけてある目です。マーカーがついていたところに針を入れ、引き抜き編みをします。これで3段目が編み終わりました。
このまま糸を引き出してカットしても良いですが、緩むのが心配な場合は一度鎖編みを編んでから10センチぐらい引き出してカットします。糸を引っ張り、最後の鎖編みが小さくなるようにしておきます。3段目が編み終わるとこんな感じです。4段目を編みます。4段目がこのモチーフの最後の段になります。編み方は3段目とほぼ同じなのですが、最後の閉じ方だけ違います。では角の鎖編みのスペースから編み始めます。針に糸をかけて引き出します。立ち上がりの鎖編みを3回編みます。最初の鎖編みを編んだら、この段の毛糸の糸端を指にかけた毛糸の右側に持っていきます。残り2回鎖編みを編みます。今まではこの3つ目の鎖にマーカーをつけていましたが、この段は次に編む長編みの最初の目にマーカーをつけます。では最初の鎖編みのスペースに長編み2回、鎖編み1回を編んでいきます。最初の長編みが編めたら、この長編みの頭にマーカーをつけておいてください。残り長編み1回と鎖編み1回を編みます。ここから先は3段目と同じ編み方で編んでいきます。鎖編みのスペースには長編み3回、鎖編み1回を編みます。角の鎖編みのスペースには長編み3回、鎖編み2回、長編み3回、鎖編み1回を編んでいきます。前の段の毛糸が出ている場所は、その毛糸を編みくるみながら編んでいってください。一番最後の鎖編みのスペースまで編み終わりました。次に最初の鎖編みのスペースのところに長編み3回、鎖編み2回を編みます。この時毛糸をつないだ時の糸端が出ているので、これを編みくるんでいきます。長編み3回、鎖編み2回を編めました。これまではこの後引き抜き編みをしていましたが、この段は最後をとじ針を使って閉じるので、このまま毛糸をカットします。毛糸を10センチぐらい引き出してカットします。この時毛糸を強く引っ張りすぎると、一番最後に編んだ鎖編みがぎゅっと結ばれてしまいます。そうするとこの後の作業が大変になってしまうので、ここから先の作業はあまり毛糸を強く引っ張らないように注意しながら行ってください。毛糸をカットしたら、この糸端をとじ針に通します。とじ針に糸を通しました。とじ針で最後を閉じていきます。まずはマーカーがつけてある最初に編んだ長編みの頭に針を入れます。今回は分かりやすいようにマーカーをつけたまま作業しますが、マーカーは取っていただいて構いません。V 字の横から針を入れます。
次に一番最後に編んだ鎖編みの V 字のところに上から針を入れます。この部分です。こうすると最初と最後が V 字できれいにつながります。余った毛糸は裏面の入れられそうな場所に入れてください。余った毛糸はカットします。これで最初と最後がつながって4段目が編み終わりました。4段目まで編み終わるとこんな感じです。糸始末について説明します。一番最初のこの輪の真ん中にある糸端以外は編んでいる途中で全て編み地の中に編みくるんであると思います。編みくるんである糸に関してはそのままカットして大丈夫です。もし心配な場合はそれぞれとじ針に通して同じ色の編み地のところに入れてください。一番最初の糸端はとじ針に通して糸始末していきます。とじ針に糸を通したら編み地の中に入れていきます。余った毛糸はカットします。他の糸端も余裕がある場合や心配な場合は今のやり方で編み地の中に入れてください。このままカットしても大丈夫だと思います。これでモチーフが完成しました。こちらの2種類の配色で9枚ずつモチーフを編んでください。合計18枚編みます。2本取りにする時の毛糸の使い方についてポイントをお話しします。この作品では白い毛糸を5玉使用します。4玉はそれぞれ毛糸を出して2本取りにすれば良いのですが、最後の1玉が余ってしまいますよね。その場合は5玉目の毛糸玉を半分に分けて2本取りにするのがおすすめです。毛糸玉を半分にして巻き直す方法は以前動画でご紹介していますのでリンクを貼っておきます。毛糸玉を半分に分けず、外の糸端と中の糸端で2本取りにする方法もありますが、コットン毛糸だと毛糸が絡みやすいので半分に分けて2本取りにするのがおすすめです。最初にイラストを使ってどのようにモチーフをつないでいくか説明します。まずはイラストのようにモチーフを配置してください。マーカーで仮止めしておくと場所がわからなくならないのでおすすめです。最初はこの部分を縫い合わせます。具体的な縫い方はこの次の動画で説明します。2箇所を縫い合わせたら半分に折ります。次にこの部分を縫い合わせます。前の面を縫ったら糸を切らず裏面も縫い合わせて最初に縫い始めた場所まで縫います。最後にこの部分を縫い合わせると袋の形になります。モチーフのつなぎ方を説明します。今回はとじ針を使ってつないでいきます。つなぎたい部分の長さのだいたい 2.5 倍ぐらいの長さの毛糸をとじ針に通してください。
今回は2本取りで編んだので、つなぐ時も毛糸2本を1本にまとめてつないでいきます。今回は全目巻きかがりという方法でつないでいこうと思います。まずはじめにモチーフの角の鎖編みのスペースに針を入れます。後で糸始末するので、この糸端は10センチほど残るようにしておきます。次に右側のモチーフの角のスペースに上から針を入れます。そして左のモチーフの角のスペースに下から針を入れてください。次からはこの長編みの頭の部分にそれぞれ針を入れていきます。まず最初にこの長編み3目の一番端の長編みの頭に横から針を入れます。左のモチーフの長編み3目の頭にもこのように針を入れます。両方ともこの V 字の下を針が通るようにしてください。この先もこれを繰り返していきます。長編みの頭に針を入れ、もう一枚のモチーフも同じ場所の長編みの頭に針を入れます。鎖編みのスペースのところはこの空間の部分に針を入れます。一番最後の角の鎖編みのスペースのところまで縫い終わりました。続けて次のモチーフも縫っていきたい場合は糸を切らずにこのまま同じ要領で縫い進めていってください。ここで縫い終わりたいという場合の方法を説明します。縫い終わる場合はもう一度この角の鎖編みのスペースに針を入れて最後の部分を引き締めます。引き締めたら編み地を返して裏側の目立たない部分に糸始末していきます。余った毛糸はカットしてください。つなぎ始めの部分ももう一度この部分をとじ針に通して糸始末をしてください。18枚のモチーフをつなぎ終わって袋の形になりました。袋の縁の部分を編んでいきます。一番端にあるモチーフの角の鎖編みのスペースのところから編み始めます。編み地と毛糸を挟むようにして持ちます。モチーフの角の鎖編みのスペースに針を入れ、毛糸を針にかけ引き出します。まず最初に立ち上がりの鎖編みを1回編みます。ここから先すべての目に細編みを編んでいきます。編んでいくときに糸端を編みくるんでいきます。まず最初は今糸をつけた角の鎖編みのスペースに細編みを1回編みます。
角のスペースに針を入れ、この時糸端が針の上に乗るようにしておきます。針に糸をかけて引き出します。もう一度針に毛糸をかけ、2本のループを引き抜きます。これが細編みです。最初の細編みのところにマーカーをつけておきます。ここから先すべての目に細編みを編んでいきます。まずはモチーフの長編みの頭にそれぞれ細編みを編みます。この時糸端を編み針の上に乗せておいてください。モチーフの鎖編みのスペースのところに来ました。このスペースはここに針を入れて細編みを1回編んでください。糸端は適当なところまで編みくるんで、後で余計な毛糸をカットしておいてください。モチーフとモチーフのつなぎ目のところに来ました。まずはこの角の鎖編みのスペースに細編みを1回編みます。モチーフの縫い目のところはスキップして、次のモチーフの角の鎖編みのスペースに針を入れ、細編みを1回編みます。この後は同じ要領で全ての目に細編みを編んでいってください。一周ぐるっと編んで、一番最後のモチーフの角の鎖編みのスペースまで細編みを編み終わりました。最後に一番最初に編んだ細編みの頭に引き抜き編みをします。マーカーがつけてあるところです。これで1段目が編み終わりました。2段目を編みます。2段目はすべての目に長編みです。まずは立ち上がりの鎖編みを3回編みます。この立ち上がりの鎖編み3目は長編み1目と同じ扱いをしますので、次に長編みを編むのはこの隣の目になります。それでは長編みを編んでいきます。一番最初の長編みを編んだらマーカーをつけておいてください。それぞれの目に長編みを編んでいきます。最後の目まで長編みを編み終わりました。編み終わりはとじ針を使ってつなぐので、針にかかっている毛糸を10センチから15センチほど引き出してカットします。カットした毛糸をとじ針に通します。とじ針に糸端を通しました。最後の部分をつないでいきます。やり方はモチーフの最後を閉じた時と同じです。まずは最初に編んだ長編みの頭に横から針を入れます。マーカーがつけてあるところです。次に最後に編んだ長編みの頭に上から針を入れます。この時裏側にある毛糸にも針を通しておくのがおすすめです。これで最初と最後が V 字できれいにつながりました。余った毛糸は裏側の目立たないところに入れてください。
余った毛糸はカットしておきます。これで最後の部分がつながりました。縁の部分を編み終わりました。次に紐を編んでいきます。紐はこの口の部分プラス5センチぐらい長さが必要です。紐を編んでいきます。まずは2本取りの状態で毛糸を左手にかけ、結び目を作って針に毛糸をつけます。この部分を針で後ろから押すようにしてぐるっと1回転させ、根元を左手で挟んで持ちます。針に毛糸をかけて引き出します。これで結び目ができました。2本取りにしていた毛糸を1本ずつに分けます。片方だけを左手にかけて、もう1本の毛糸は親指と中指などで持ってください。持ち方は持ちやすい持ち方で構いません。紐を編んでいきます。まず手前の毛糸を前から後ろへ針にかけます。根元を左手で挟んで持ち、指にかけた毛糸を針にかけて今かかっている2本のループを引き抜きます。これで1目編めました。これを繰り返していきます。手前の毛糸を針の前から後ろへかけ、指にかけた毛糸を針にかけて2本のループを引き抜きます。手前の毛糸を針にかけ、指にかけた毛糸を針にかけて引き抜きます。これを必要な長さになるまで繰り返してください。必要な長さまで編み終わったら、指にかけた毛糸で一度鎖編みを編んで、針にかかっている毛糸を10センチぐらい引き出してカットします。もう1本の毛糸も10センチぐらい残してカットします。編み終わりはとじ針を使って紐の中に入れてください。入れ方に特に決まりはありませんが、2本一緒にとじ針に通してジグザグになるように紐の中に入れていくと綺麗に仕上がると個人的には思います。余った毛糸をカットします。反対側の糸端も同じように糸始末してください。同じ紐を2本編んでください。紐を2本編みました。作った紐を通していきます。このモチーフの隙間のスペースに紐を入れていきます。もし手で通しにくい場合は、かぎ針を通したい穴のところに入れ、紐を引っ掛けて引き出すようにするとやりやすいです。ぐるっと一周通してください。
紐を1周通し終わったら、この2本の紐を結びます。もう1本の紐は反対側のこの部分から通し始めて、同じところを通るように1周通して結んでください。両側に紐がつけられました。袋が閉じられるか確認してください。最後にお好きな場所にバッグの紐をつけてください。私はこの紐を通した一つ下の隙間の部分につけようと思います。持ち手をつけられたらこれで完成です。お疲れ様でした。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。これからも編み物に関する動画をたくさんアップしていく予定ですので、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。またねー。